テケラドンでジョンです。今回はね、新ペットアングリージェリーのね、アタックを見ていきたいと思います。まあ、前回ね、先行公開ということで、このヒーローペットはどういう機能を持ってるのか、みたいな感じで紹介したんですけど、どうやらオデヒーと相性が良さそうだ、みたいな結論で終わったんですけど、オデヒー系のアタックも撮影したんですけど、まあ、それプラスでね、オデヒーするならもっといいのあるんじゃないのってことで、このね、ファイヤーボールとね、一緒にやっていきたいと思いますね。防衛施設を殴るおでひになったってことは、より奥の方まで初手おでひで侵入することができると。したらより奥にある防衛施設たちに対していきなりファイヤーボールを打ち込むことができるみたいなね。天才みたいなことを、おでひの能力を使って、おでひとウォーデンの能力を使うことで、初手にアドバンテージが取れるんじゃないのっていうことでね、ちょっとやってみたので、早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。こういうね、密集した配置が美味しいですね。この、ファイヤーボール圏内。ファイヤーボール今、やってる人ほとんどいないと思うんでね、レジェンドリーグとかで。そうすると、ファイヤーボールを対策してる配置なんてものは当然出てこないので、ファイヤーボールが刺さる配置っていうのはいくつかあるんじゃないかなと思います。まずは、ウォーデンでこうして削りで、防衛施設にね、このヒーローペットついてることで向かってくれることで爆アドスタートです。ここはレイジとか必要になっちゃうんで、レイジも追加しつつっていう感じですね。ただね、タウンホールが密集、タウンホールが真ん中に置いてあることが多いので、そうなった時にね、ウォーデンのトームがないっていうのは結構不便に感じることもありましたね。とはいえでも、レイジに乗ったヒーラーの回復量でごまかすみたいなこともなんとかできるユニットの強さが今のタウンホール16にあるので成り立つかなって感じには思いました。合わせるのはルートライダーでやってるのが、ルートライダーかなって感じですね。一応、エレクトロタイタンとかね、新レベル来てるんですけど、そんなことよりルートライダーのが強いかなっていうのが、やってみた感想でしたね。この辺もうトームがないので、ゴリ押しが効かないんですよね、トームの。なので、火力を抑えつつ、ヒーラーの回復量をレイジで上げて、なんとかこの、高火力エリアを突破していくみたいな使い方になっていくと。うん。この辺トーム打ちたいところをね、フリーズ3発でなんとかごまかしタウンホールまで到達するみたいなところが、ちょっとだけね、あれではあるんですけど、下側のこの超高火力エリアが初手にファイヤーボールでぶっ飛んでることで、そもそも超高火力部分の、超高火力の、3割4割ぐらいは初手で飛んでるんで、残りの6割なら呪文のゴリ押しで効いていくと、呪文とユニットのゴリ押しで効いていきましたね。最終的にはこれヒーラーが1体かな ?2 体ぐらいになってるんだけど、ルートライダーが強いのでタフに残ってくれましたね。で、残りはロイヤルチャンピオンで回収という形。エイスト薬も、調整が入ってたんですけど、パッシブの攻撃速度が下がるみたいな感じだったのかな。それ以外はそんなにわからないですね。普通に強いですね、ヘイスト薬。この編成に関してはやっぱヘイスト薬は合うのかなって感じです。はい、というわけでね、やっていきたいと思いますが、今回はね、天才と合わせる形でやっていきました。十字側をファイヤーボールでやって、タウンホールの近くのね、この辺の施設を削っていくみたいなやり方になっていきます。天才とこのファイヤーボールで初手でね、防衛施設をめちゃめちゃ削ることで、残った防衛施設の数が少なくなるので、トームがなくなっても押し切れるよね、みたいな理論ですね。ここ天才打ち込んでいきます。だいぶ削れましたね。どうですか、これ。結構強い防衛施設がすでになくなっていて、モノリスとかもなくなってて、長弾大砲とか下にあるので反対サイド、マルチアーチャーターも端っこの方にあるような配置ですね。今みたいなモノリスとかイーグルとかのところって防衛施設が密集しやすく置かれてる配置も多かったりするので、そこに対してファイヤーボール刺さりますね。やっぱ対策してる配置ってそんなには多くないので、ファイヤーボールを考えて置かれた配置は基本ないじゃないですか。結果的にはファイヤーボールがあんま刺さんない配置っていうのはあるけど、ファイヤーボールありきで配置が作られてることってほとんどないんでね。で、ここからルートライダー発進です。イーグルも折れてるんでね、この辺便利ですね。ダメージも入らず、モノリスも飛んでこない。投石も1個しかないというところ。で、突っ込んでいきます。これ天才じゃなくて普通の呪文型でも全回取れたんですけど、せっかくなので天才型の方を紹介しようかなという形ですね。エレクトロタイタンもね、新レベルということで1体だけ毎回連れてってはみたんですけど、どうでしょうかね。
まあ、やっぱ壁開けれんの強えわ。ジャンプいらなくなるから、この天才とファイヤーボルトの呪文を結構使っちゃってもまあいいよねって感じ。通常の呪文でやった時結構呪文余ること多かったんで、まあ、天才使うの全然ありだし、オーバーグローとか持ってくのもありだなって思って見てました。で、ロイヤルチャンピオンちょっと12時ね、ロイちゃんとのぶつかり方もあんま良くなかったので、当たっちゃいつつ。早いね。で、あとはなんか回収して終わりという形。まあ、やっぱり初手で強めのボイス説を深く深くもぶっ飛ばしてることによって、まあ、結構緩くなってんだよな。残ってる、まあ、ヒーローが強いので呪文がなくても勝手に押し潰すことができたりとか。うん。ただね、どんな配置にでもいける強さみたいなのはそんなにはないかなって感じで、まあ慣れたりしたらもしかしたらいけるのかもしんないけど、万能さっていうとちょっと微妙かもしれない。とはいえね、選択肢には絶対入ってくる組み合わせかなと思いますね。まあ、この新ヒーローペットをね、使うんだったら、まあこういう、せっかく使うんだったらね、こういう有効的な使い方したいですよねっていうことで。さあこれね、どこ打つか迷ってた結果ね、もうさっさと打っちゃよかったですね。まあ、ただこれあれかもしんないね。35秒が意外と長いから、ウォーデンが突っ込みすぎないように、ちょっと今みたいに時間の調整をするのはもしかしたらありなのかもしれない。で、35秒間は、クイーンにウォーデンがつかないので、クイーンがその間に外周のサイドカットをこうして削り始めるっていうのも一つの選択肢としてありですね。で、ヒーローペットくんありがたいですね。ポイズンタワーの起動をやってくれました。35秒になると実体が現れるので、こうして、トラップの解除だったり、呪文タワーのトリガーになってくれるという形ですね。この配置1回しかこの1回しか試してないので、めちゃくちゃ雑というか、細かいとこ修正すればもっといいアタックにはなると思うんですけど、まあ、こんな感じにラフにレジェンドリーグ感覚で攻めたものを紹介しますと。で、援軍の方がぶち当たってきましたよーと。オーバーグローがね、呪文設定の最初に入れちゃってたので、今回は呪文としてオーバーグローが入ってますね。なんかフリーズ打った後に困って結局オーバーグローをそこに打つ。そして防衛援軍に設定したアイゴレロケバルがね攻撃側でもそのままですね。これね、仕様的な話なんだけど、配置変えるときにね、援軍消えるんですよ。だから防衛援軍毎回セットして違う配置に切り替える防衛援軍セットするの繰り返しがあるんだけど、その時に変えるのを忘れてたみたいですね。まあ意外とアイゴレが普通に仕事してくれてますね、今回は。いいアイゴレだ。めっちゃいいアイゴレ入った。いいアイゴレすぎる、それは。強いじゃん、そのアイゴレ。で、残ったヒーローで最後、タウンホールの方向を利用して終了ですね。まあ、この辺はオーバーグローのルートライダー型と似たような展開にはなりつつの前回です。はい。最後は、まあ、どこに打ち込むかは見てもらえばわかると思うんですけど、ここですね。この火力の高いところ。まあ、お出日にレイジを使うっていう文化は普通に今までもあった通り、こういうのも全然選択肢としてきて入っていいんじゃないでしょうか。サクエイクユラシーのドッカーン。これでこの超火力エリアを飛ばすことができるのはいいですね。突イエティとか刺した時にも、さすがに全部確定でこうやって折れるかどうかわかんないじゃないですか。で、今回もなんか間違えてクエイク2発持ってきちゃった。3発か。3発持ってきちゃってますね。結果的には余りました。なので、呪文が結構余る可能性があれだったりするかも。で、インビジブルタワーの解除、これお出日でできたのめっちゃ嬉しいね。このインビジブルタワーの解除って本来できないやつだからねで、編成的には変わってないので、まあ、外周部のが火力高そうだからってことでね、アイゴレをこっちに差し込むみたいなやり方でやってます。はい。で、いろんなものをね、サイドに裂きつつ。うん。で、レイジ置いて、ポイズン置いて、とかすごい雑にやってますね。これも1回しかやんなかったんで。で、ここは、フリーズ打つんですけど、これはインビジブルターンのね、解除を先にさせるイメージで打つとね、このインビジブルターンの突破ってしやすいんで、クイヒーとかだとインビジブルタワー止めて打つ方がいいんだけど、こういう編成の時って、インビジブルタワーは発動させつつ、フリーズをかけるみたいなタイミングで打つのがね、いいですね。結構ね、みんな慣れてきて、こういう使い方も結構やってくる人もいますね。
でも、フリーズとか持ってくればよかったんだけど、クエイク2発が余ってるんで、適当にドカドカドカーって揺らしつつ、ロイヤルチャンピオンにレイジ打って終わりと。で、ヘイスト薬。なんかレイジとかに乗った時の攻撃力が上がらないってところが修正されたんだったっけか。強いね、ヘイスト薬。このロイちゃん単独で動かす方においてはやっぱこのヘイスト薬とホグの組み合わせめっちゃ強いと思うな。まあ、最終的にはこうして全開ということで、まあこれはやっぱ初手のね、ウォーデンのバックガードがあってこそ、ゆるーく進めたんじゃないかなと思います。ということでね、今回はね、ウォーデンのファイヤーボールと新ヒーローペットのアングリージェリーのね、組み合わせを紹介していきました。まあ結構、組み合わせとしては相性がいいものになるんじゃないかなと思いますね。普通に強いよね。ぜひね、実装されたら皆さんも使ってみてください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。